レイムです。マリサだぜ。ロレックス詐欺事件のニュースが出てるわね。ほんと事件が続くな。週刊現代の記事はニュースにならないわね。逮捕者がまだ出てないからな。もし記事の内容が本当で逮捕者が出たら、さすがにニュースで取り上げるんじゃないか。そうね。輸送車盗難事件も逮捕者出てからはニュースに取り上げられること多いわよね。新事実が色々分かってきたな。じゃあ、今回も詐欺事件の速報解説？そうだぜ。ニュースでも多く取り上げられているから、動画にしなくても良いと思ったんだけど、気になることがあったんだ。気になること？ 12 日現在で21店舗も被害が出てるんだ。私も多いと思ったわ。どんな店舗かわからないけど買取店のプロが査定して騙されたんだ。それも1店舗だけでなく21店舗もだぜ。持ち込んだ店舗数はわからないけど、かなり精巧なコピー品ではあると思うんだ。プロが騙されるんだから普通の人じゃ見破れないかもしれないわね。そう思うんだぜ。だから、その辺の感想も含めて動画にしようと思ったんだ。注意喚起になるかもしれないわね。この番組は時計の小話の提供でお送りします。少しでも興味を持ってくれた人がいましたら、チャンネル登録をお願いします。ゆっくりしていってね。知ってる人が多いと思うけど、簡単に事件の概要を説明するぜ。お願いするわ。ロレックスの偽物を買取店に持ち込んで、買取代金を騙し取った疑いで15人を詐欺などの疑いで逮捕したぜ。15人は多くてびっくりしたわ。最近騒がれている特有犯罪だぜ。強盗から詐欺まで何でもやるのね。指示役、入家役、実行役と分かれて犯行を行っているのも共通点だぜ。闇バイトかしら？首謀者は SNS で知り合った指示役に、話を持ちかけ、指示役は知人や SNS で人を集めたらしいから闇バイトも含まれるな。絶対に闇バイトに手を染めてはダメよ。首謀者が用意したコピー品を入家役が受け取り、実行役が買取店に持ち込んだぜ。特有事件の典型ね。匿名性の高い通信アプリも使われているしな。事件は中四国7県で21店舗が被害に遭ってて、被害総額は3638万円だぜ。大規模な犯罪ね。どんな買取店かはわからないけど、21店舗も騙されたことに驚いたぜ。精巧なコピー品だったんでしょうね。押収品の画像が出てたけど、箱やギャランティーカードもあったな。箱などの付属品だけ本物だった可能性もあるけど、付属品も偽物だとしたら、もう時計を開けてみないとわからないぐらい精巧なんだろうな。普通の人じゃ見破れないわね。事件は7月から8月に起きてたらしく、13人はすでに詐欺罪で起訴されてるらしいぜ。首謀者はまだ逮捕されていないようだから、逮捕されたら続報でもっと解明されるかもな。でも、なんでこのタイミングでニュースになったのか少し不思議な気もするよな。あまり深く考えない方が良いわよ。考えすぎは良くないな。事件については分かったわ。それで思ったんだけど、コピー品は全て発見されたのかな？どういうこと？コピー品と分からず流通してないか心配だぜ。さすがにそれはないんじゃない？でも、21店舗が被害に遭ってるんだぜ。気づかず販売してしまった店舗がないとは言い切れなくはないか？未だに買い取った店舗もそれを購入したお客も気づいていないとかはないのかな？絶対とは言えないわね。犯人にしかわからないわ。素人だから流通システムに詳しくないけど、買う方としては少し不安になるニュースだぜ。不安にはなるわね。プロが見抜けないコピー品がフリマサイトに出品されたりしても危ないとも思ったぜ。フリマサイトによっては高品が溢れているようなサイトもあるんだ。フリマサイトでブランド品購入は危ないわ。通報しても運営は何もしないしな。価格が明らかに安かったりすればコピー品だとわかると思うんだけど、相場より少し安いぐらいだったら騙されて購入する人もいるんじゃないか？相場より50万100万安いとかなら、悪質な価格設定ね。ニュースになってないからないと思うけど、買取店に持ち込む以外にも、フリマサイトで販売していた可能性もあるんじゃないか？怖い話ね。首謀者はバレても良いと思ってやってるだろ。今もコピー品と知らずに本物だと思っている人もいるかもしれないぜ。最近購入した人は鑑定してもらった方が良いかもしれないわね。少しでも不安がある人は正規店に持ち込んでみた方が良いかもしれないぞ。鑑定してくれるの？真贋鑑定はしてくれないぜ。ただ、オーバーホールの見積もりは無料で行ってくれるんだ。コピー品だったらオーバーホールしてくれないから見積もりが提示されればそういうことだな。安心していいのね。今までも並行店で購入するのには少し不安に感じたと思うんだけど、今後はもっと不安になってしまうな。正規店の認定中古が安心は安心ね。認定中古が日本で軌道に乗るのか注目だな。そういえば抽選はどうだったの？今週も全部忘れたのぜ。認定中古は18日で申し込んでたんだ。記念すべき初日の日ね。
サブマリーナやヨットマスターがあったしな。認定中古は一品物だから早い者勝ちね。そう思って初日の一発目に申し込んだぜ。そして外れたのね。当選された方はおめでとうございます。価格は初日に発表されるとどこかで聞いたぜ。価格がどうなるか楽しみね。市場価格より安ければ今後は争奪戦になるな。18日にホームページを見てのお楽しみね。来週こそは当たってほしいな。今回の小話はいかがでしたか？少しでも気になった方がいましたら、チャンネル登録、高評価、お願いするのぜ。動画も少しずつ増えてきましたので、まだ見ていない動画がありましたら、もう一本動画を見ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。